Hi guys, JFK ことジョー・フライス塚本です。今日は緊急事態宣言について、ゲストの浜山さんと、語っていきたいと思います。リカさん、感染がどんどん増えていくっていう中で、この、緊急事態宣言発令するという決断を菅総理はしたんですけど、それについていかがお考えでしょうか。そうですね。お店にその8時までとか、その時間うん、短縮を要請する、お願いするような内容だったので、緊うん、急事態宣言というのあまり効果があるのかどうかすごく不安な感じなんですけれども、そこら辺について深くお聞きしてもいいですか？うん。そうそう、僕も、浜山さんと同じ考えで、その一気にこの緊急事態宣言を出したことで、事態が、良くなるとは思っていなくて、でその理由としては、その緊急事態宣言は、その強制力がないんですね。うん。で、緊急事態宣言を出すと、その飲食店、だったりに、そのお願い、営業時間短くしてくださいねっていうお願い、要請ができるんですけど、強制的に営業時間を短縮させることは、できない。その、緊急事態宣言出されることによって、政府が強制力を持ってできることは確かに、あります。例えば、その、施設を、病棟として使いたいからっていう名目で、強制的に借りる。であったり、医薬品や食品なりを、一つの場所に優先的に集めるために、強制的にそれを移動させるっていうような形で、確かに強制的な措置を講ずることができる、場面も、の宣言で、宣言を出すことによって可能なんですけど、大半の、できることは、その要請、お願うん。いしかできないみたいな形に、なっている。で、お願いは、その、強制力を伴うものと違ってすごい緩い、ものであるから、100%の確率で、みんな従うとは限らない。で、100%じゃないからこそ、その穴ができてしまって、で、その穴から、またその感染広がっていくっていう懸念は十分に、あると思います。ちなみに他の国だと、まさに今現在イギリスとか、うん。前だとアメリカとか、ロックダウンオーストラリアとかもしてたと思うんですけど、もううん。街を封鎖して、その経済活動を一旦停止するようなことをして、感染を食い止めるような国もあったと思うんですけど、日本はそれはできないんですか？法律を通せばできるようになります。ほう。でも、取っていない。ではなんでかって考えると、僕も、結構その長い間、自分の中で思いを巡らしていて、なんでうん。ロックダウンみたいなことしてんだろうなって思ったときに、日本人のその思考、権力に対してどう、見ているかってことが理由なのではないかと思ってて。で、なるほど。僕の視点からすると日本人はその一人の人間が、強大な権力を持つってことはあまり好んでいない。ほう。で、過去の歴史を、見ていくと、本当大昔から、その一人の人間独裁的な力を持つっていうことは、その一時的な期間はあるかもしれないけど、継続して、権力を持った人はいないんですね。天皇の意向を借りて、武士たちがその、自分の権力を行使するってところあったんですけど、その権力って借り物であって、絶対的なものじゃなかった。戦時中うん。を考えると、あの時でさえ、戦争をしなきゃいけないから、自然と権力は、上の方に集まっていくのは自然なんですけど、日うん。本の場合は、総理大臣が絶対的な力を持ってるんじゃなくて、もう、閣僚がみんな同等の力を、持っている。で、東條英機っていう、その、その戦争が始まった時の総理大臣がいるんだけど、うん。彼はどういうふうに辞任するに至ったかっていうと、閣内不一致、彼の政権の中の閣僚が、東條さんに命令を無視したから崩壊したっていう側面があることから、今の総理大臣の地位も他の国の大統領制と比べたらすごい、比べたら弱い権限しか持っていない。で、そういった歴史的な背景を考えると、
まあ、日本人は、まあ一つのグループが強大な筋力を持つってことに対してすごい懐疑的なうん。見方を持っているから、リカが言ったようにロックダウンっていうのはすごい大きな筋力を、権限を使うっていうことだから、そのような権限を与えることによって独裁につながってしまうんじゃないかっていう懸念が根底にあるから、まあ、ロックダウンできないのかなっていうふうに、まあ、思ったりもしています。なるほど。なんか、同じ首相、例えばイギリスのジョンソン首相とか、その日本の菅さんとか、同じ首相っていうその立場にいても、だいぶその、権力の持ち方とか扱われ方が違うんですね。まあ、だけど純粋に誰もうんその責任を取りたくないから、そういう法律は通したくないっていうふうなうがった見方もできるかもしれないけああ、ど、今の時点で政治家もほとんど何もしてないじゃん。ただお願いをしてもらうだけで。あとは、うん、国民の皆様頑張ってくださいみたいな。で今、うんその政治家は責任を取っていないのではないかと僕は思っているんで、まあそのままの状態が続いてほしい。だからまあ、ロックダウンして、もし何か起こったら、それは全て私のせいにされてしまうから、そういうしたくないっていうふうに考えてるんじゃないかなって、まあ思っちゃいますよね。ここまうん。で、ロックダウンをしようって大きな声が上がらないことを考える。ただ、今のそのコロナのその爆発的感染の拡大、日本におけるそういった状況を見ると、何もしないっていうのは、まあ、もちろん緊急事態宣言を出してると思うんですけど、これでは何も効果がなかったら、もう次打つ手ってあるんですかね。あるんですかね。まあ、けど日本は民主主義国家で、うん。で、国がいちいち、国民一人一人の生活コントロールできないってことを考えると、まあ、限界は絶対にあるよねっていう、最後はやっぱり、国民一人一人のが頑張るしか、まあないのではないかって思いますけどね。うん。なるほど。やっぱりそうなってしまうと、この去年の2020年の1年間を見ている限りでは、なかなか、この今の状況、コロナ禍は終わらなさそうですね。うん。で、まあワクチン仮にできたとしても、日本中にまあ自粛マインド、あまりその外に出たくない、出たらいけないのではないかっていう考え方が染みついていくと思っていて、うんで、まあ一年以上こういう形で、まあ、制限がある生活をしちゃうと、まあ多分みんなそれに慣れちゃって、うんなかなか元の生活に戻れないと思うんですね。うんなので、簡易ワクチンができて、ある程度集団免疫がつけ、社会全体がつけて、まあ、そのコロナっていうものがあまり脅威ではなくなったとしても、まあ、ある程度は制限のある生活は、続くと思うので、まあ、中長期的にウィズコロナが続くってことは十分考えられるのではないかと思います。なるほど。まあ、頑張りましょうとしかやはり言えないですね。はい、そうですね。政府も私たちも。はい。じゃあ今日はこんな形で終わりにしたいなと思います。今日はリカさん、ありがとうございました。ありがとうございました。